こんにちは、ペンタロウです。先日使って乗り回しているヤマハテネレ700、走行感覚や進化ポイント、類似バイクとの違いを紹介します。走行感覚、テネレ700はビッグオフローダーという位置づけで本気のオフローダーたちにも愛されています。大きさから来るイメージとは裏腹にとても軽快な走行感覚で、21インチの大きいフロントタイヤから来る自転車のイメージに近い旋回性も軽快感を高めるのに一役買ってくれています。エンジンの低回転を使いやすくセッティングされていて、走り出しのトルク感、加速感も上々。メーカーのイメージに合わせて砂漠に繰り出さなくてもオンロード走行がとても楽しいバイクになっています。乗っていると 250cc のセローを思い出す人も多そうで、大きいセローという表現もあながち大げさでもありません。安心の国内製造で走行部品の組み立てもしっかりしていて、品質の良いバイクに乗っている感覚を味わえます。初期ペダル位置がオフロードブーツ前提の上の方にセットされているので、靴に合わせて乗り出す前に調整すると良いと思います。電子制御スロットルの出来、2025年モデルからファミリーの MT-07 と同じく電子制御スロットルに変更されました。アナログスロットル時代に比べると明らかにアクセルオンオフの挙動変化が減ってスムーズで乗りやすくなっています。当然ですが、その分ガツンとくるワイルド感は減るので、もしかすると好みは分かれるかもしれません。一般的な人は従来のアナログスロットルより今回の電子制御スロットルの方が乗りやすいと感じると思います。新型メーターは初期型のモノクロから国内2024年モデルで5インチ液晶になり、今回 6.3 インチのおしゃれ液晶に進化しました。見た目だけでなく機能も大幅アップデートしていて、 ETC やグリップヒーターの表示のほか各種コントロールができるようになっています。さらにスマホに無料の Y コネクトアプリをインストールすると時計が自動補正されて、メールその他の通知を表示できるようになっています。他の車両ではナビ表示が有料のガーミン縛りのところ、テネレは課金なしで Google マップをリンクできます。表示は地図でなく矢印の簡易ナビですが、メーター表示が常に視界に入る見やすい位置のこともあり、簡易表示でも十分使えます。そろそろ他の車両でもガーミン縛りをやめてほしいと全世界のヤマハユーザーは思っているはずなので、テネレに続いていってほしいと切に願います。メーターの表示はエクスプローラーとストリートの2デザインが選べて、エクスプローラーは従来のテネレメーターに近い表示、ストリートはタコメーターが円形になっています。この方がタコメーターが見やすく、距離計がオドメーターとトリップメーターの2つ出せて便利で、燃費計や水温、気温などとも組み合わせできます。ペンタロウはこちらのストリートにして乗っています。距離計エリア以外他の情報量は一緒なので、トリップメーターだけでいいという人はデフォルトのエクスプローラーでも良さそうです。シートは2025年モデルで従来の前後分割シートから一体型シートに変更されました。はめるのにちょっとコツが必要で、前後の爪を確認して押さえながら前にスライドさせていくと入りやすいです。シート高は 875mm で工賃込み2万円アップのローバージョンを選ぶと3センチシート高が下がります。ローシート、ローダウンリンクとも 15mm ずつ下がるので、片方だけ使って 15mm 下げることもできます。ローダウンリンクは税込み 19,800 円、ローシートは税込み 33,000 円なので、単体で買うよりローパッケージを選んだ方が得です。オプションシートにはコンフォートシートもあり、より乗り心地が快適になるようです。ただしシート高が2センチ上がって 895mm になるので注意してください。操作系など、ウインカーは特殊な操作方法で控えめに言って最悪です。軽く押すと3回点滅して消えますが、グローブをして軽押しに調整するのは結構難しいです。普通に押すとずっと点滅しますが、中央に消灯ボタンがなく、消すには同じ方向をもう一度押す必要があるので、慣れるまでしばらく考えながら使うことになります。リアサスペンション、スプリングプリロード変更が楽で、簡単に手で回せます。フロントは工具が必要ですが、こちらも簡単です。その他減衰力調整もできるので、好みに合わせて手軽に調整できるようになっています。ハンドル近辺には電源として USB-C ソケットがついています。以前は USB-A だったりアクセサリーソケットだったりと年式によって変わっていますが、最近は USB-C が使いやすいので変更が嬉しい人が多そうです。ただし 5V3A なので 12V のアクセサリーソケットなら 1.25A 相当とかなりしょぼい電力です。USB-A だと 2.4A 程度なのでそれより取れますが、パワーデリバリーの給電スピードは期待できないので注意してください。とはいえ純正 USB-C はこのくらいが多いです。価格、テネレ700の価格は本体132万円、税込み145万2000円です。
ファミリーの MT-07 は本体88万円、税込み96万8000円なので、綺麗に 1.5 倍ポッキリになっています。同じファミリーとして比べるとだいぶ高いように見えますが、エンジン・トランスミッションの部品は共通なものの、フレームは別物、減速比とエンジンセッティングが違って正直全く違うバイクなので、ここの値段比較はしない方が良いです。値段を気にするあなたにはこちら、スズキ SV650 なら税込み83万6000円、実売70万円台からあります。ロングツーリング適正、テネレ700の乗車姿勢ですが、前傾率は175センチで 12.5% とほぼ直立です。直立につきもののケツ板ですが、シートとサスペンションの優しさもあってケツ板指数低めで、気分的にはセローのツーリングシートと同じような感じです。ハンドルやステップがスタンディングしやすい位置関係なので、疲れたらたまにスタンディングするのもありです。シートからステップまでの垂直距離は526ミリくらいと長めで、ステップは前の方に出ているので窮屈感が少ない寸法です。これが窮屈な人はほぼ全てのバイクが窮屈なので、シートを盛るなりなんなりするしかありません。ちなみにアフリカツインや V ストローム1050などもテネレよりステップが近いです。参考までに XSR700 もほとんど同じ寸法なので、身長が高い人は XSR700 も救世主に感じると思います。アシストスリッパークラッチ搭載は現代の標準ですが、テネレ700には搭載されていないようで割と重いです。最近まで乗っていた XSR700 より重いような気がしますが、気のせいでしょうか。現行 MT-07 のアシストスリッパークラッチを移植したり、クイックシフターオプションもセットできるので、必要に応じてその辺で調整していくと良いと思います。デフォルトで積載力はないものの、リアシート脇に2掛けフックがあります。直接縛るには入念にチェックしないと緩んで落下するので注意が必要ですが、キャリアの増設などもこのフック部分が使われることが多いです。初期型からリア周りは変わっていないようなので、純正ほか各社のキャリアが使えるため、積載に困ることはないでしょう。テネレは特にヨーロッパがメインマーケットらしいので、ドイツやスペインなどのシステマチックなワンタッチケースが使えます。SW モテック、ヘプコ&ベッカー、ジビの専用フィッティングキットなど選択肢が豊富になっています。燃費と航続距離ですが、タンク容量16リットル、燃費はリッター 24.6 キロ、航続距離は 393.6 キロです。ガソリンはレギュラーなのでそこそこ経済的です。ヤマハの700シリーズは実際リッター25キロくらい走るので、スペックの数値くらい走ると思って良いと思います。400キロクラスなのでまあまあ長めで、 CB1300 などのように渋滞など走行シーンによる大きな燃費変動もないため、安心して計算できて運用しやすいと思います。高速道路走行性能ですが、様々な面でかなり走りやすくなっています。まず直進安定性が高く、ディメンションを見てもホイールベース 1595mm、キャスター角27度、トレール 105mm という全ての数値が高く直進安定寄りです。これらの数値は高い方が直進が安定しますが、参考までに直進安定性が高いホンダ CB1300 はホイールベース1520、キャスター角25度、トレール 99mm なので、どの数値もテネレの方が上です。トップギアのエンジン回転数が低い方が高速道路の連続走行は楽ですが、テネレの時速100キロ走行時の理論値が4500回転くらいで、およそ 700cc 前後では一般的な回転数です。MT-07 は4200回転、YZF-R7 は4100回転と、ファミリー内では回転数高めですが、これはヤマハのファミリーは低回転寄りのためで、スズキ SV650 と川崎 Z650 はテネレより少し高い4600回転くらい、ホンダ CB650R はさらに高い4800回転くらいなので、平均的な数値より多少低めくらいと思って良さそうです。800cc のスズキ GSX-8R は4300回転くらいとより低く、750cc のホンダ NC750X は3200回転くらいと驚異の低さですが、NC はかなり特殊な部類です。おおむねテネレでの高速道路走行はかなり心地よいと思って間違いありません。テネレ700のスクリーンは見た目のアドベンチャー感の通り有能です。巨大ではないので全身を覆うような風のカット性能はありませんが、首元や肩の方には風は当たりません。ハンドガードも風をカットしてくれるので、高速域ではありがたい性能です。夏場はむしろ風が欲しいと感じるくらいかもしれません。エンジンは 688cc 直列2気筒、最高出力73馬力、最大トルク 69Nm。ファミリーの MT-07 よりスイートスポットが低回転寄りに調整されているので、増えた車重の割に軽快に走れます。音はファミリーの中では大きめですが、初期型の方が力強い音に感じました。ヤマハの CP2 エンジン特有のポポポポという音がワイルドめに寄せられたイメージです。
近所迷惑感のある大きさではないので、場所にもよりますが早朝の走り出しも気を使うことなく扱えると思います。メーターと視界。新型メーターは大きくて見やすく、真正面にあるので視線移動もいらないため安全に走れます。ハンドル幅が広いこともあり、ミラーはとても見やすいです。メーターと合わせてこちらも視線移動が少なく、走りやすさに貢献してくれています。電子制御系。ABS は標準装備ですが、前後オフ、リアオフにすることもできます。トラクションコントロールは標準では動作しますが、オンオフ設定が可能になっています。よくある段階調整はありません。スロットルレスポンスは2モード使い分けられて、パワー1のスポーツが最大レスポンス、パワー2のエクスプロアがスムーズなレスポンスとなっているので、好みに応じて使い分けられます。個人的には2の方が扱いやすく快適に走れます。クイックシフターはオプション設定されています。設定の切り替えができて、アップは加速時のみ、ダウンは減速時のみ、アップダウンとも加減速問わずの2種類が選べます。アップダウンとも2000回転以上で動作するようになっていますが、テネレは1000回転台でも走れるのでちょっと惜しいポイントです。参考までに同じく1000回転台で走れるホンダ CB1300 のクイックシフターはアップ1350回転、ダウン1200回転で動作するので常に普通に使えます。このくらいの許容値だとベストでした。低速と取り回し、車重は208キロ、ファミリーの MT-07 が183キロなのでそれに比べると重いですが、車体のサイズ感からするとかなり軽量です。ホンダアフリカツインは231キロから253キロ、スズキ V ストローム 800DE は230キロと20キロ以上違います。実際取り回しもそれらに比べると軽く、走行感覚も MT-07 に通じる軽快感があります。車体サイズは2370、935、1455となっていてかなり大きめです。シート周りは細身なので乗っているとあまり大きい感覚はありません。最小回転半径は 2.9 メートルです。オフロード車としてはだいぶ大きい方で、例えば 250cc のヤマハセローは 1.9 メートル、ホンダ CRF250L は 2.3 メートル、川崎 KLX230 は 2.1 メートル、1100cc のホンダアフリカツインが 2.6 メートルとさすがに 2.9 メートルは見劣りします。オンロードバイク基準では 700cc クラスにしては普通かやや大きめ程度で、川崎 Z650 は 2.6 メートルとコンパクト、スズキ SV650 は3メートル、ホンダ CB650R は 2.8 メートル、NC750X が3メートル、川崎 Z900RS が 2.9 メートルなのでここと同じです。そういうわけでオンロード比較ならおよそ3メートル弱は普通の範囲でしょう。ちなみにファミリーの MT-07 は 2.7 メートルから 2.9 メートルになりましたが、2025年モデルの現行は 2.8 メートルにまた縮小されました。ヤマハは一時回転半径大きめで MT-09 は 3.4 メートルでした。現行は 3.0 メートルまで縮小しています。XSR900 はまだ 3.5 メートルなので各地で不平不満のコメントを聞きます。同系統のバイク、本気モードで巨大なアフリカツイン、エンジンは 1082cc とテネレよりさらにビッグ、オフ感が強いスタンダードモデルとオンロードアドベンチャー感が強いアドベンチャースポーツ ES の2種類があります。スタンダードモデルは現在 S のみでシート高が 870mm、アドベンチャースポーツ ES は 840mm ですが、どちらもシートセッティングで2センチ下げられるのでテネレに比べるとだいぶ余裕感があります。いずれも DCT も選べて全4パターンありますが、売れ筋はアドベンチャースポーツ ES の DCT で、ホンダドリーム店舗の肌感覚ではほとんどこれという印象のようです。メーカーデータもその通りで、アドベンチャー ES の方は現行モデルでタイヤサイズを21インチからオンロード寄りの19インチに変更されました。スズキの V ストロームシリーズはアドベンチャーの代名詞のような存在ですが、オフロード寄りには 1050DE、800DE があります。スタンダードモデルに対して最低地上高が高く、タイヤが21インチタイヤになっています。650XT はスポークホイールになって装着タイヤが違うこと以外、ディメンションなどは同じです。KTM アドベンチャーには790、890、890R などがあります。排気量違いでは1290や250などもあり、幅広くラインナップされています。メーカーサイトでは水の中を走っていたり、本気度の高さを感じます。BMW GS シリーズも本気度高めカテゴリーで、テネレに近いのは F900GS です。
800GS の方が排気量は近いですが、19インチキャストホイールでオンロード感強めで、大きい排気量には 1300GS もあります。ヤマハの700シリーズ、テネレのファミリーヤマハ700シリーズは、中心のストファイ MT-07、丸めに改造した XSR700、SS の YZF-R7 があります。ディメンションやセッティングがそれぞれ違うので、同じベースエンジンでも実際乗ると走行フィーリングにかなり違いがあることがわかります。ギア比は全て同じですが、減速比はテネレが低回転型、YZF-R7 がトップスピード型、MT-07 と XSR700 がその中間です。テネレは1000回転台の低回転でも走れて、MT-07 と XSR700 は2、3000回転が主体、YZF-R7 は自然に回転を上げ気味にして3000回転以上キープが走りやすいと思います。直進安定性、旋回性はテネレだけ離れていて、圧倒的直進安定性能、他は逆に圧倒的旋回性能寄りです。ただテネレも直線番長ではなく、21インチフロントタイヤをスパッと切り込んでシャープに旋回する感覚はオフロードバイクならでは。直線も旋回も高次元で楽しめるセッティングは他のバイクでは変えられない素晴らしい性能となっています。総合、テネレ700にマッチする人はこんな感じです。アドベンチャーツアーラーに乗りたい。しかし本気度があるバイクがかっこいいと思う。軽快なハンドリングが好き。高速道路を快適に走りたい。シンプルに背が高い。シンプルに足が長い。軽量オフロード車では物足りない熟練車。国産万歳。噛めば噛むほど味が出るテネレ700は伝説のマウンテントレール 250cc のセローにも通じるところがあります。走行性能については期待を裏切らないと思うので、気になる人はぜひ足つきチェックから試乗して体験してみてください。また他のバイクとの詳細比較などもやっていきたいと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。